深き隣は何をする人ぞ。これを日本語に訳すと、秋がもう深くなってきて、葉っぱもかなりパラパラと落ちて晩秋、もうすぐ冬が来るなっていう時です。で実はこれですね、松尾芭蕉の最後の句なんですね。で最後にですね、句会が開かれて、集まってくださいよって言われたらしいですが、亡くなったのこの句を作ってから、たったの13、4日後に亡くなった。だからもう布団の中で、かなり衰弱して寝ていたんだと思います。で独身ですから奥さんもいないし、とても寂しかったんだと思うんですね。で句会に呼ばれたけど自分はもう体が衰弱していけない。だからその秋の句会の秋ということのテーマで秋深き隣は何をする人ぞっていう、そういうふうなね、隣に家があるわけですよね。で夕暮れ時で、その家には温かい子供の声が聞こえて、で奥さんが栗かなんか煮物してる、さつまいも煮てる、楽しそうな笑い声が聞こえる。それでこれから夕ご飯なのかなみたいな、そんなイメージがするわけですよ。サンマ焼いてるかもしれないしね。でも家族の団らんがこれから夕げを囲む楽しそうな声が聞こえて、自分はたった一人寂しくもう死ぬのは分かってるわけですね。ですからとても透明感があって、私の命はもうあと10日ぐらいかなって分かりながらも、隣は幸せそうだな、いいなっていうのがこの句の中にある。そして人生の深いって秋深きっていうのは自分の、命の灯火ももうわずかだよっていうこともこの中に暗示されてるわけです。でだけど決してなんか絶望してないんですよね。あったかい隣の家族の声だとか夕ご飯の匂いだとかで、それで何をしてる人なのかなっていうのを聞きながら、それでもそこには人間に対するすごい深い、温かさとか優しさとか、幸せでよかったねっていうふうな共感があります。だから松尾芭蕉っていう人はこれが最後の句ですから、やっぱりとっても心の温かい人だった。その温かさが他の人たちに、江戸時代最高の、俳句のマスターだっていうふうに思わせたんじゃないかと思うんですね。実は江戸時代俳句を作る人はですね、高級なお金持ちとか、すごい大金持ちの商家のそういう人が作ったわけでもないんですね。ちょっとですね、日雇いの労働者である魚屋さんだとか担ぎ棒でちょっと水汲みだとかね、近所にちょっとですね使いっ走りのお兄さんだとかおばさんだとか、そういう人たちが俳句習いに行けたんですね。でその俳句を教える方の人もちょっとおひねり程度のわずかなお金でも暮らせたもんですから、ちゃんとずうずうしく看板出しちゃったわけです。だからそんなに今みたいに家元制度といってね、免許を取るのにお金払わないと俳句の先生って出しちゃいけないかっていうと、それも自由だったわけです。だからいろんな先生がちょこっと習っただけで俳句の先生やってて、習いに行く方もわずかなお金で習いに行けたっていう、そういう江戸時代の活発で、そして活発でちょっと恥ずかしいということを知らない人たちの集団だっちゃそうですけれども、今みたいに気取ってないから大勢の人が俳句をたしなんだ。で結局松尾芭蕉がとっても親しまれてマスターって呼ばれた原因の中には、大勢の庶民に支持されたっていうことがあったんじゃないかと思います。でこの「秋深き隣は何をする人ぞ」っていうこの句の中にある寂しさと、自分の命が消えていく寂しさと、一方ではやっぱりその句をですね、句会に届ける優しさ、そういう責任感、それと同時に隣の人たち幸せでいいねっていう気持ちで、そういう中で鶴瓶落としのように最初明るかった夕方の風景がわずか10分ぐらいのうちに真っ暗になってしまう、そういうふうなものまで感じさせる、すごいなと思いますよね。でこの作品はですから松尾芭蕉の句の中でも最高に優れた作品だというふうにも言われています。秋の句でしたね。